ねえねえ、すみれ、最近ネットで話題になってる炎上事件があるんだって？どんな内容なの？そうね、葵。最近また、ついフェミが起こした炎上事件が話題になっているのよ。今回はね、他人に対して誹謗中傷をしたついフェミが、相手から訴訟を起こされそうになった件なのよ。ついフェミがまた何かやらかしたの？最近、過激な投稿多いよね。どうしてそんなことになってるの？そうなのよ。この件の発端は数日前のことなんだけど、ある X の投稿がきっかけだったの。どんな投稿だったの？その投稿がこれで、私は女だけど、フェミニストが大嫌いです。都合の良い時だけ、女であることを喧伝するあの人たちに吐き気がします。そして平気な顔して男性を卑下するあの言い草にも吐き気がします。女であることを利用しないと何もできない、自分の能力で正々堂々と勝負できない卑怯な人たちです。という、女だけど、ついフェミは嫌い、という投稿だったの。へえ、結構強い言葉で書かれてるね。でも、なんかわかる気もするよ。この投稿に対してみんなどんな反応だったの？そうね。この投稿には、普通の人からは共感の声が上がったんだけど、ついフェミたちからは、私たちがいるから女性の立場が良くなった、ふざけんな、ついフェミを敵に回すとかありえない、などと怒りの声が爆発してしまったのよ。でも、ついフェミたちって本当に女性の地位向上に貢献してるのかな？鋭い指摘ね、葵。確かに本来のフェミニストは女性の地位向上につながる活動をしていたんだけど、今話題のついフェミたちがやっているのは、SNS での名誉毀損やアニメの女の子をブーブー批判したりする、他人に迷惑をかける行為が多いのよ。そっか、それじゃあ、同じ女性からも嫌われちゃうのも当然かもしれないね。でも、この投稿に対してついフェミたちは何か言ったの？そうなの。この女だけど、ついフェミは嫌い発言に対して、一人のついフェミが完全にアウトな発言をしてしまって、今、ネット上で大問題になっているのよ。どんな発言だったの？その問題発言がこれなの。ダメなことしないと女性と関われないとか、女性無料を叩いてる男の皆さん、こういうやつを攻撃したり狙ったらいいと思います。喜んで受けてくれるでしょう。性的搾取されないんだろうから、一旦味わったらいい。って感じで。ちょっと待って、ついフェミが嫌いって言っただけで、そんなひどいこと言ったの？それって、もう犯罪扇動みたいなものじゃない？そうよ、葵。ネット上とはいえ、よくそんなことが言えるわよね。これこそがついフェミたちが支持されない原因の一つだと思うわ。自分たちの行動に同意しない人を無理やりにでも分からせようとする姿勢は、はっきり言って恐ろしいものよ。本当に怖いね。でも、この発言をした人は後から気づいたりしなかったの？実はね、問題発言をしたついフェミも後からヤバさに気づいたみたいで、これが先導になってやる人が出てしまったら、フェミニストとしては心が痛い話になってしまう。出向いてでも何でもいいけど、直接向き合える場でしっかりと本人に謝罪したい、と言っているのよ。でも、この女やっちまえって言った相手に直接会いに行くのって怖くない？しかも、謝罪の場所を指定するなんて、ちょっとずうずうしくない？その通りよ、葵。加害側が謝罪の場を指定するのはずうずうしいし、言い方もくどいわよね。一応、素直に間違いを認めて謝罪したい雰囲気を出しているけど、本心では、ふざけんじゃねえぞ、とでも思ってそうね。そうだよね。でも、その申し出をされた相手の人はどう反応してるの？謝罪を受け入れようとしてるの？いいえ、相手の方は許す気はさらさらなく、どんな理由であれ、私への加害を呼びかけることは断じて許されることではありません。謝れば済む話ではありません。粛々と対応しております、と言っているの。じゃあ、裁判になっちゃうかもしれないってこと？そうね。すでに開示請求が始まっていて、裁判沙汰になる可能性が高いみたいよ。ついフェミたちは相手が言い返してこないと思って好き放題言っているけど、本当に反省させるためには一度痛い目を見せる必要があるのかもしれないわ。確かに。でも、このついフェミはその後どうしたの？ついフェミは悪いことと教えてくれてありがとう。さようなら、と言ってネットから逃亡してしまったみたいよ。でも、アカウントを削除しても無駄だし、あとは開示請求を待つだけね。できることは慰謝料や賠償金の準備くらいかもしれないわ。そっか。大人なのにネットで好き放題言って自爆しちゃうなんて、本当に情けないよね。この件に対してみんなはどんな反応をしてるの？そうね、いくつか紹介するわ。気に食わない相手は、たとえ自分が尊重されるべきと言っている女性であっても、危害を加えられることを願う。なんとも醜悪な根性ですな。だから女性からも嫌われるのでしょうが、それを自覚はしないのでしょうな。匿名とはいえ開示請求などあるわけだし、今一度ネットとはいえ相手は人間で、自分は神でも上位でもなく方で裁かれる人間だということですな。このフェミニストがどんな末路をたどるのかと、お仲間が何を言うのかが気になる、という意見があったわ。なるほど。
確かにネットだからって何でも言っていいわけじゃないよね。そうよ。他にも、ついフェミとして心がスカッとするから先導ポストしたのにね。心が痛い話とか、どの口がほざくか。あと、加害しようとしてきたやつが出向いてきて、面と向かい合わなきゃいけないとか最悪すぎる。怖いだろ普通。しっかりやったことへの罰を甘んじて受けるべきと思う。法的措置を粛々とやって表舞台へ引きずり出して、ぜひとも本音を聞きたい。ただ、ネットの中だから、とか、そんなつもりはなかった、とか一言でも放てば法廷でも殴っていいでしょ、という厳しい意見もあったわ。うわ、みんな怒ってるんだね。でも、ついフェミたちってこういうの多いの？そうなのよ。ついフェミ連中のいつものパターンで見慣れてきた。行き過ぎた暴言とか犯罪扇動して、思ったより炎上したり、被害者から訴えられそうになって慌てて、しくしぶ、謝罪してやるってパターン。外界との接触を絶っておとなしくしてた方がいいと思う、という意見もあったくらいよ。そっか。でも、なんでついフェミたちはこんな風になっちゃったんだろいい質問ね、葵。実は、ついフェミなら何言っても許される、みたいな風潮があるのか、先月あたりから毎日のようにこのような彼女らのひどい特攻が X で流れてくるの。現実での鬱憤を晴らしているのかもしれないけど、もはやこういうライン声が通常運転になってしまっているのよ。でも、ついフェミたちって大人なんでしょ？どうしてこんなことになっちゃうんだろう？そうね、中の人はいい年した人が多そうだけど、同じ女性からも、迷惑、同じ目で見られたくない、と言われているのだから、目を背けずについフェミ活動はすぐにでもやめてもらいたいところね。そうだね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。